はい、今回はですね、人気キャンピングカービルダーフィールドライフさんが製造販売しておりますバロッコ軽パッケージ、こちらをご紹介していきたいと思います。バロッコというのは人気のですねキャンピングカー軽キャンの中の1台なんですけど、この軽パッケージのね軽っていうのはケンキャンさん、皆さんねご存知かと思うんですけども、人気キャンピングカー系 YouTuber のケンキャンさんの軽なんですよ。実際のオーナーさんであるそのケンキャンさんがですね、製造メーカーであるフィールドライフ社とコラボレーションして、このバロッコをですね乗るにあたってこんな装備あった方がいいよ、こういう仕様になった方がいいよっていうケンケンさんのですね意向をフィールドライフ社がですね形にして、じゃあもうそれをですね軽パッケージという形でもうプロデュースしましょうということで始まったのがこの軽パッケージという車両なんですけども、今回の車両に関してはこの軽パッケージを搭載した車両になります。はい、この動画を最後まで見ていただくと、このバロッコ軽パッケージというのが一体どういう車かというのがね分かりますので、ぜひ動画の方も最後までご覧いただければなと思います。ちなみにこのチャンネルではキャンピングカーやキャンピングトレーラーいろんな種類をご紹介しておりますので、ご興味ある方、もしくはですねご購入を検討されている方はチャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。室内の家具、シートカラーはすべて軽パッケージ特別色に変更されております。一目で軽パッケージとわかるこの室内は、軽自動車のキャンピングカーの中とは思えないほど洗練された空間になっているかと思います。はい、それではですね室内をご紹介していきたいと思います。エントランスドア入るとこちらにですね実はメインスイッチがあります。これをねスイッチ入れていただくと中の電装品をね初めて使えます。そしてこれがですね足元についているフットライトのねスイッチになります。はい、エントランスドア左手にはですねタワー収納下駄箱というのがねあります。これ軽パッケージの装備のうちの一つなんですけども、ここにはねもちろん靴が1足2足3足入るかなっていうスペースがあってね、この棚もこうやって取り外しもねできますし、任意の場所にですね止めることもできます。ここはね下駄箱、靴も置くこともできますし、こちら側にはですねこのように収納ボックスがねありますので、もちろん靴もね置いてもいいでしょうし、細々したものをね収納するには結構いい場所かなと思います。そしてこちらにね鏡がついてますので、女性なんかにはねちょっとお化粧を直したりだとかね、そういうことも使えるかと思います。軽パッケージオリジナル装備であるこのフットライトは計3箇所足元を優しく照らしてくれます。フロアにはシャギーカーペット、これは毛足も長くて弾力性もありますので、まるで自宅のリビングにいるかのような雰囲気です。はい、このエントランスドアにはですねこのように寝るときにねこうシェードがこういう風にありますのでね、非常にいいかと思います。はい、続いてですねキッチンをご紹介していきたいと思います。まずですねこの壁紙がですねこれ軽パッケージをこのようなですね木調のですねシックかつ、今風のね壁紙というか素材になっております。そしてこちらがねキッチン設備で、ここにですね調理台のねスペースありますね。ここにですね一応ここの場所は8ナンバーなんで調理機材がなくちゃいけないのでねカセットコンロをねここに置いて使うような感じになるんですけども、調理台のスペース兼ですね調理とかするときにね物を置いたりだとか、することができますので、これ結構重宝するかと思います。そしてこちらがですね引き出し式のシャワー蛇口がねこれあります。こちらでもね、もちろんこのシンクを利用してね手洗いだとか簡単な洗い物できますし、これ引き出し式になりますのでね、例えばエントランスドアに出したりだとか、この窓を開けて窓でですねちょっとした洗い物だとか、あとワンちゃん飼ってる方はねワンちゃんの足洗ってあげたりだとかっていうことがねこれができるかと思います。はい、そしてこの横に移動しますと、こちらにですね収納スペースがあります。通常のバロッコであればここにね冷蔵庫がドンと来るんですけども、冷蔵庫はですね違う場所に移設してますので、ここはですね収納ねスペースとして使うことができるかと思います。
この棚をですね、ここから持ち上げて、はい、ここでねロックをすることもできて、そしてですね、これ棚取れるんですよね。こういうふうに、はい、こういうふうにできます。でこれ外側の収納とねつながってるんですけども、中からでも出し入れできますし、外からでも出し入れできますよね。これこのようになってるので、大きいものを積むんであればこのようにしたりだとか、これを実際にね取り外して使ったりだとかっていうこともできますので、これはねなかなか収納のスペースとしてもねいいかと思います。はい、そしてこのシンクの下にはこれ12ボルトのですねシガーソケットと100ボルトのコンセント、そしてこれがですねデジタルの電圧計になります。でこちらがですねオプションなんですけども、ベバストヒーターのスイッチがここにあります。でこのスイッチ関係の下にはですね、ここにもまた収納のスペースのねドアがあって、これを開けるとちょうどねシンクの給水タンクと排水タンクがあります。はい、残量をですね見ることもできますしね、これ外側からにねドアがありますので、出し入れもね非常にしやすいです。中にわざわざねポリタンクを持ってこなくても外側からね出し入れすることができるかと思います。でこれよくですねこの中に物を結構積んじゃったりする人もいるんですけども、こういうね配線だとかがあったりするので、あんまりここね物ごちゃごちゃ突っ込んじゃうと配線が外れたりとかっていう心配がありますので、ここはね、この状態にして本当にこう支障がないものぐらいだったらね収納できるかと思うんですけど、あんまりねここに物の積みすぎは良くないかと思います。シンクの正面にはアクリル製の二重窓があって、もちろんこれ開閉できますし、はい、寝るときはねシェードも出してこれますし、暑い夏はですね網戸にすることもできます。そしてこちらにもですね LED の照明がついております。でこの上には収納がねありまして、10センチぐらいの奥行きですかね、ちょっとした小物を積むスペースと、こちらにも収納スペースがねあります。はい、運転席助手席の後ろ、この横向きシートの下にはですね、これ実は引き出し式の冷蔵庫がついております。これはですね、はい、このような感じですね。結構ね深さもありますし広さもあるので、スペースを考えられたね非常にいい冷蔵庫じゃないかなと思います。この冷蔵庫の横にはこちらにもですね収納スペースがあります。はい、ここまで開きますんで結構ですね物詰めますよね。深さも12、3センチありますしね、ここの横幅も3、40センチぐらいはねありますので、収納するスペースもね結構あるかと思います。はい、運転席後方側にはですね、このように大きな窓がありまして、ここももちろん開閉できますし、網戸シェードにもね、することができます。そしてこちらにも LED 照明があるんですけど、ここをね、つけることもできます。はい、そして車両最後部右側なんですけども、このような設備になっております。ここはですね、はい、左側と同様に収納スペースもねありますので、小物とかもね収納できますし、これがですね、はい、換気ができるファンになります。このファンを使う場合はこのようにして外部ドアを開けて空気が循環するようにしなくてはなりません。はい、このようにね風量も段階的に6段階でね風量も調整することができます。ポップアップ式の軽のキャンピングカーに関しては、ここのねポップアップルーフを開けて
ファスナーを開けてあげるともちろん換気ができるんですけども、いつもですねこれを開けてる状態ではないので、もしね閉めた状態でもこの中をね換気しようと思うと窓を開けるほかなくなっちゃうんですよ。ただやっぱり中にこもったね空気を排出するにはやっぱりファンの力が大切なので、中のですね換気をするんであればこのファンをつけて中の曇った空気をですね排出してあげるっていうことが大事になります。例えばこの中でですね車中飯とかね作ってる場合に結構ねやっぱり匂いだとか、煙もこもる可能性がありますので、それを排出する意味でもこのねファンに関しては非常に有効かと思います。はい、そしてこの後部のね背中面にもねこのようにしてねちょっとしたこれ10センチもない、7、8センチぐらいの奥行きのこういう棚がありますので、物をね収納するちょっとしたね小物みたいなんかを置くこともね可能かと思います。はい、真ん中のテーブルなんですけども、もちろんここのねテーブルとして使うこともできますし、このね柄も結構ねこのシートのね生地の色と合わせてねシックかつちょっとね重厚感のある仕上がりになってるかと思うんですけども、このテーブル天板はもちろんですね脱着してこれを外すこともできるんですけども、一回一回外してねこのテーブルを一体どこに置くっていう話があるので、このテーブルも実はですねこう跳ね上げができるんですよ。で跳ね上げをしてテーブルレッグをねこのように畳めるんですよ。でこれだったらねバターンと落ちてきちゃうので、そうしてこちらにですねロックがありますので、このねロックをかけます。そうするとこの状態で保持してくれるので、行き来したりだとか、あとベッド展開するときはねこの状態にして使うことがね可能かと思います。ベッド展開はまずこのセンターテーブルを跳ね上げる必要があります。シートワンアクション仕様といって K パッケージのオリジナル装備なんですけども、これが予想以上にベッド展開が簡単でした。ワンアクションというだけあってシートをスライドさせるだけで簡単にベッドが展開できました。コンパクトな室内だからこそ簡単にベッドができるのは嬉しいですね。はい、実際に横になってみました。ベッドの寸法自体は1810なんですけども、足元に余裕がありますので、私が寝ても問題なく寝ることが可能でした。あえて逆側に寝てみましたけども、頭が落ちることもないですので、なんとかですね、2人は寝れるかと思います。ベッドを展開しても、このように収納スペースやシンクなども問題なく使うことができました。ただ、冷蔵庫だけはシート下にありますので、ベッドにしてしまうと冷蔵庫のものはね取り出しづらいかもしれません。テーブルレッグは2本あります。長いものと短いものがありますけども、短いものをこのように展開していただくとちゃぶ台仕様としてテーブルを使うことができます。伝送品関係はすべてこのシート下に集約されております。ノーマルのバロッコはこちらが全て収納スペースになっておりますが、K パッケージは横向きシートの下に冷蔵庫が来てしまってますので、伝送品関係はこちらに移設することになりました。横向きシートの下にはこのように半分は冷蔵庫、半分はスライド式の収納スペースとして使われております。はい、それではポップアップルーフをですね展開していきたいと思います。バロッコに関しては天板を留めているのはねこの1本でねここに留められてます。このようにねフック形状になってまして、まず開けるためにはこのフックを緩めて、はい、このようにロックを解除します。そしてこのままね持ち上げても実は開かないんですよ。なので圧力を抜かなくちゃいけませんので、窓をね1箇所開けるか、それともですね思い切ってこのエントランスドアをですね開けてしまいます。
で圧力が抜けるような状態にしてから初めてですね、このアシストグリップを握って持ち上げます。ルーフを持ち上げる際もそんなに力いっぱい持ち上げなくても簡単な力でこのように上げることが可能でした。ポップアップルーフの生地も非常に丈夫で 100%UV カット、耐水圧も 1000mm と少しぐらいの網では水が入ってくることはありません。高さも十分ありますので着替えなんかもできますよね。実際にポップアップのベッドを展開します。まずフロント側に収納されているこのマットを引き出します。次に登るスペースを空けておき、自分の体をポップアップルーフの上に上げ、残りのマットを展開すればベッドの完成です。実際に横になってみましたけども、このように余裕がまだあります。ルーフの底板も頑丈で、私が乗ってもしなりやきしみ音なんかもしませんでした。ルーフテントにはファスナーがついてます。このように開けると暑い夏なんかは涼しく使えるかと思います。網戸自体にファスナーがついておりませんので、網戸を開けることはできませんが、このように3面大きく開きますので視界は非常に広いです。それでは外装をご説明していきたいと思います。ベース車両はダイハツのハイゼットトラックをベースにしている、いわゆる軽キャブコンと言われるカテゴリーになります。車両寸法も軽自動車枠を超えてませんので、黄色の8ナンバー登録になります。バロッコは何といってもカラーレパートリーが豊富です。ベース車両で8色の中からお好きな色を選択することが可能です。運転席周りも意外と広く、私が座っても頭が使えることはありません。カラーの選択肢もたくさんあります。ベース車両はもちろんですけども、キャンパー下層部やハイドロバックパネル、そして窓枠もオプションですけども、色を変えることが可能です。エントランスドアにはこのようにロックがついておりますので、開けたまま保持することも可能です。また暑い夏にはドアの内側には網戸がついております。このようにしておくと中を涼しく使えるかと思います。ちょうどキッチンがある外側にはアクセスドアがありますので、給排水タンクを簡単に出し入れすることが可能です。給排水タンクの右横にはスペースがありますので、収納場所として使うことも可能です。引き出し式シャワー蛇口は室内だけではなく、この外側に出して使うこともできます。これもオプションですが、リアにサイクルキャリアをつけることも可能です。もちろん自転車を積むこともできるんですが、ボックスにして中に積みきれないものを外に収納するという手もあります。外部電源取り入れ口はこのナンバーの横にあります。付属の専用コードをボディに接続して家庭用の 100V に差し込むと外部充電をすることが可能です。車両右側上部には 12V の給排気ベンチレーターのアクセスドアがあります。ファンを使用するときはこのドアを必ず開けます。リアタイヤのすぐ後ろには給油口、そして車のメインバッテリーは運転席のすぐ後ろに装備されております。オプションでソーラーパネルを設定されると、フレキシブルソーラーがポップアップルーフのこちらに装備されます。はい、今回のバロッコ軽パッケージいかがだったでしょうか。
これねやっぱりケンケンさんは実際にこのバロッコをね乗ってらっしゃるオーナーさんだからこそですね出てきたアイデアがあると思うんですよ。例えばベッドのね展開の簡単さだとか収納スペースだとかね、あとこう換気ができるねファンをつけたりだとかっていうのもね、さすがやっぱりオーナーさんだからこそ出てくるね意見だったんじゃないかなと思います。私もですねこの軽パッケージとノーマルのですねバロッコのね比較もちょっと作ってみたいと思うんですけども、今ですねバロッコご契約いただいてから納期がね2年弱かかっちゃうんですよ。人気の車両っていうこともあるんですけども、なかなかね今納期が長いです。でも長いですけど待つだけのね価値はねこのキャンピングカーはねあると思います。ですので車両の詳細だとかこの軽パッケージのことに関しては概要欄の方のフィールドライフさんのホームページのリンクも貼っときますので、そちらもですねご確認いただければなと思います。そして今ですね軽キャンピングカーね、この軽キャブコンがねいいかなと思ってらっしゃる方はこのバロッコ、そしてこの軽パッケージおすすめですので、ぜひですねご検討材料の中に入れてみてはいかがでしょうか。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。また少しでも参考になりましたら高評価の方と、今後もですねいろんなキャンピングカーをご紹介してまいりますので、チャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします。はい、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。